日本人の貯蓄、平均1984万円。2024年、総務省が発表したこの数字を見て、あなたはどう感じただろうか。みんなそんなに持っているのかと驚いた人も、自分は全然足りないと落ち込んだ人もいるかもしれない。しかし、別の調査では、日本人の貯蓄の真ん中の値はわずか350万円。その差、実に1634万円。今回はデータを使って、日本人の貯蓄、本当はいくらなのか、という問いに迫っていく。1、2つの調査が示す、全く違う日本。まず、日本人の貯蓄を調査している代表的な2つの統計を見てみよう。一つは総務省の家計調査。もう一つは、金融広報中央委員会、現金融経済教育推進機構の家計の金融行動に関する世論調査だ。2024年、総務省家計調査では、2人以上世帯の平均貯蓄は1984万円。これは比較可能な2002年以降で過去最多、6年連続の増加である。ところが、同じ年に金融広報が出した2人以上世帯の平均貯蓄は1374万円。同じ、日本人の貯蓄を調べているのに、その差は約600万円。なぜこれほどずれるのか。理由は、調査対象の違いにある。総務省家計調査は調査対象がやや限定的で、貯蓄を多く持つ層が含まれやすい一方、金融広報は無作為に近い形で広く全世帯を捉えている。つまり、平均という同じ言葉でも、誰を集めて平均を出したかで数字は大きく変わるのだ。2、中央値が暴く、リアルな日本。では、もっと、実感に近い数字はどれなのか。その答えが、中央値である。中央値とは、全世帯を貯蓄額の少ない順に並べたときに、ちょうど真ん中に位置する世帯の数字。一部の富裕層に引っ張られない、より、普通の世帯を表す指標だ。金融広報の2024年調査によれば、2人以上世帯の貯蓄の中央値は350万円。単身世帯に至っては、中央値はわずか100万円である。さらに衝撃的なのは、貯蓄が0と答えた世帯の割合。2人以上世帯の 24%、単身世帯の 33% が金融資産ゼロと答えている。つまり、3から4世帯に1世帯は貯蓄ゼロというのが、平均の裏に隠れたリアルな日本の姿だ。平均1984万円という数字は、確かに事実である。しかし、それはごく一部の高額資産世帯が全体を引き上げた結果であり、多くの普通の世帯の実感とは大きく乖離している。これが第一の真実だ。3、日本人は貯蓄好きという大きな通説の崩壊。もう一つ、データが教えてくれる意外な事実がある。それは、日本人がもはや、貯蓄好きの国民ではない、ということだ。1970年代、日本の家計貯蓄率は世界トップクラスだった。当時、世界中の経済学者が、ジャパンパラドックスと呼んだほど、日本人は驚異的なペースで貯蓄を積み上げていたのである。ところが、それから50年。2025年第4四半期、日本の家計貯蓄率はわずか 3.9%。かつて世界トップだった日本は、今や主要先進国の中でも下位に沈んでいる。ドイツ、フランス、韓国はおろか、アメリカよりも低い水準だ。さらに気になるのは、年代別の貯蓄ゼロ率である。2人以上世帯では、20代の 35.7%、40代の 26.1% が貯蓄ゼロ。若い世代と子育て世代を中心に、貯められない日本人が確実に増えているのだ。4. まとめ。今回のデータから3つのことが見えてきた。1つ、平均1984万円という数字は事実だが、それは一部の世帯が全体を引き上げた結果であること。2つ、中央値で見ると、2人以上世帯は350万円、単身世帯は100万円が、リアルな日本であること。3つ、日本はもう、貯蓄好きの国民ではなく、若い世代を中心に貯蓄ゼロ世帯が広がっていること。平均という言葉で一括りにするのではなく、データを正しく見ることで、
日本のお金の本当の姿が見えてくる。最後に一つ聞かせてほしい。あなたの世代は貯蓄について平均、中央値、どちらの数字に近いだろうか。そしてあなたが貯められないと感じる一番の理由は何だろうか。